にちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。今日は東京在住の鳥サポがいわきまで行ってきたのだ。一泊しているから最後まで見てね。ということで東京駅から日立号仙台駅に乗車するのだ。仙台まで行く特急は圧巻ね。今日は試合日だからさすがに仙台には行かないでしょ。仙台には行かないけど、いわき駅には降りないで北上していくのだ。日中は観光して夜に試合を見る魂胆で。今回は双葉駅で列車するのだ。東京から3時間15分、距離にして270キロね。改札口を出ると時刻表があるのだ。試合もあるから時間管理は大切にしないとダメね。それでこれからどこに行くのかしら。うすうす気づいている人もいると思うけど、東日本大震災原子力災害伝承館に行ってくるのだ。ちなみに常磐線の路線が全線復旧したのも2020年3月14日で、震災後は電車でここまでは来れなかったの。ということで伝承館に行くバスに乗り込むのだ。伝承館に着いたのだ。駅からバスで5分くらいで着くのだ。日差しはあるけど開封があるから涼しいわね。館内に入ると受付で支払うんだけど、J リーグの試合を見に来たと言うと入場料が2割引きになるのだ。今回は1泊するからリュックサックで動いてるんだけど、館内には返却式のコインロッカーもあったわよ。これでスマホと財布だけで動けるのだ。入館すると5分間の原発と双葉の歴史、そして震災の歴史の映像が流れるのだ。ナレーターは福島出身の小西田敏行さんなのよ。館内には震災の概要、双葉と原発のつながり、震災時の国内外の支援や救助、震災後の復興と経路順に歩いていくのだ。原発による地域雇用や首都圏への電力供給を生み出していたの。大震災では福島第一原発が津波で電源を喪失しメルトダウンしたわ。今はロボットで瓦礫除去や除染土を処分しているのだ。そして2階の館内を出ると目の前に海が広がるのだ。こうやって工夫して建築したのには驚かされたわ。3階は海だけではなく山も見渡せるのだ。ここに津波が来たと思うと考えさせられるわね。時間もあるので海辺の方まで歩いていくのだ。海辺に近づくにつれて海風からの涼しい風が気持ちいいわね。ただここから先は立ち入り禁止になるのだ。そういった意味で2011年の震災はまだ終わっていないのね。近くには大きな海の家もあったから震災前の夏は賑わっていたと思うのだ。それでは伝承館と隣接している双葉町産業交流センターでお昼にするのだ。ここで花見え焼きそばが食べられるのよ。今回は花見え焼きそば 650g を食らうのだ。普通の焼きそばとは違ってうどんと匹敵するくらいの極太麺なのね。そして大きい豚バラ肉ともやしとシンプルなのだ。濃いソースと麺ともやしが絡んでもちもちとシャキシャキが口の中で同時にいるのだ。それじゃ双葉駅から14時31分の列車でいわき駅に向かいたいからここを後にしましょう。それではいわき駅に着いたのだ。双葉駅から1時間50キロ南下した場所にあるの。いわき駅からスタジアムまで無料のシャトルバスが運行されているのだ。話はそれるけど湯本駅からもスタジアムへ行く無料シャトルバスが出ているの。スタジアムに着いたのだ。今回初めていわき駅から乗ったけど20分くらいで着くのね。去年と2年前は湯本駅からのシャトルバスで向かっていたから新鮮なのだ。スタジアムに着いてすぐに目に入るのは2タンのぬいぐるみなのだ。毎年トラックの目の前のゲートでぬいぐるみが置かれているわよね。続いてはスタブルを食らうのだ。今回はエビシュリンプとスパムカツを食べたわよ。てか油多すぎよ。
まさしくハワイを味わえるのだ。エビシュリンプはガーリックライスとエビとチップスでよくできていたのだ。スパムカツはさすがに脂っこかったのだ。それではスタジアムに入場するのだ。ピッチと近いのも迫力があっていいわね。シュート練習だとよくボールが客席に飛んでくるのだ。でも芝生席だからレジャーシートを持ってこなかったのは誤算だったわね。選手たちが来たのだ。この試合から片野坂監督のコーチであった竹中さんが初の指揮を取るわよ。内部昇格にはなったけど、どのくらいチームが変化しているか見ものなのだ。それではこの試合の注目選手は誰かしら？今日は小坂井選手に注目するのだ。小坂井選手は今季初スタメンで、広石や溶かすセンスがあるから期待しているのだ。甲府のアウェー引き続きこの試合も観戦しているから連敗は避けたいわね。それではこの試合も最後まで守るのだ。完敗以上なのだ。前半は前節と違って生き生きプレーしていたけど、後半から攻撃の形が見えなくていわきにも対策されてしまったわね。このままでは降格圏に入ってしまうのだ。この試合では前半の天笠選手のカウンターからのシュートが良かったわね。一方のいわきは90分間サッカーをしていたのだ。前後半のロスタイムでも得点する姿勢はさすがだったわね。次節はホームでジュビロ磐田と試合をするから、どれだけ竹中監督と選手が持ち味を出せるかが見ものなのだ。それではシャトルバスのこともあるからスタジアムを後にしましょう。それではいわき駅に着いたので、宿泊地に向かいつつお酒の飲める場所を探すのだ。たまたま入った居酒屋が一人ならいいと言われたからここにするわよ。まずはビールとお通しのウニ寿司なのだ。そして注文していたメヒカリの唐揚げね。時はもののメヒカリなのだ。2杯目は日本酒の太平桜と牛肉豆腐。お酒は甘辛く、牛肉豆腐も美味しいのだ。牛肉豆腐は付け合わせのからしとマッチしていたわね。3杯目はレモンサワーと串揚げなのだ。揚げ物とマッチしているわね。最後は締めの日本そばなのだ。さすがに食べ過ぎじゃないの？ということで居酒屋から南下して10分にある快活クラブに泊まるのだ。最近の宿泊は快活クラブが多い気がするわ。ホテルよりも安いし、シャワーやランドリーがあれ十分なのだ。それではここで1泊して明日に備えて出るのだ。ということで2日目のスタートなのだ。今回はいわき駅を南下して湯本駅に向かうわよ。湯本は意外と攻略していないから楽しみなのだ。湯本駅に着いたのだ。サッカーの観戦のたびに訪れているわね。昨日の双葉とは違って蒸し暑いのだ。いわき駅から歩いて10分にあるいわき市石炭化石館に着いたわよ。さすがに汗がびっしょりなのだ。今回は1泊してリュックサックもしているから大変ね。ちなみに出入り口に返却式のコインロッカーがあるのだ。手ぶらで館内を見回れるのは嬉しいわね。それでは館内に入っていくのだ。館内に入るといわき市や周辺の地質の歴史が紹介されているのね。さらに入っていくと恐竜の化石や骨が展示されているのだ。館内2階に上がると石炭をはじめ鉱物が紹介されているのだ。この地域の埋蔵炭量は約11億1100万トンと推定されて、全国の総量の約 5.2% を誇ったのよ。土に埋まっていた資源を活用していくのだ。ちなみに2階には恐竜を見下ろせるのだ。ここから見ると亀が泳いでいるみたいね。館内2階の出口前に外に出られるのだ。階段を上がっていくと六公園という炭鉱現場の出入り口があるの。このトロッコで500メートル下って炭鉱作業していたの。近くには昭和天皇が訪れた記念碑もあるのだ。いわきの石炭産業がいかに重要だったのかがわかるわね。館内に戻ってエレベーターで降りると炭鉱作業の時代変遷が展示されているのだ。明治維新の前は女性も炭鉱作業に従事していたのね。進むにつれて近代化していって戦後には機械化されていったのだ。
れでは館内を1時間半回ったところでここを後にするのだ。踏切を越えたところに沢この湯という温泉があるわよ。それではここで浸かろうとしましょう。ここは2年前にも行ったことがあるのだ。ここは体の芯まで暖かくなるのだ。温泉から出ても30分くらいはベンチで進んでいたわね。ちょうど時間もお昼だし、体が落ち着いたら食べに行くのだ。それではここの温泉から歩いて5分にある大王という飲食店に着いたのだ。ここのお店のレビューを見るとジャージャー麺が美味しいとのことよ。メニューにもいわき湯本で有名って書いてあるのだ。麺はねっとりしていて混ぜ合わせて食べたわよ。餃子も皮がパリッてしてもちもちと弾力感があって美味しいのだ。食べ終えたらお店の近くにある温泉神社にお参りするのだ。階段を上るにつれて風鈴の音がしてくるわね。登りきるとたくさんの風鈴があるのだ。ここの温泉神社は1300年の歴史があって佐箱氏が代々神主をしているの。沢子の湯とも話がつながっていくのだ。ということでここが最後の訪問地となるのだ。結果が結果だから動画も下ってしまったのだ。次は藤枝のアウェイに行くからよろしくね。それでは最後まで見てくれてありがとうなのだ。ありがとうございました。